ろんなチームの話聞いたりとかする中で、まあ、どのチームもプレミア構想に向かってチーム作りをしてて、あ、これだったらドルフィンズで終わる方が俺にとっては嬉しいかなみたいな、はい、これからプロを目指す子どもたちとか、まあ、いつかただ終わりっていうか引退選手としての終わりは来ると思うんですよ、その選手たちに何かアドバイスするとしたら、楽しみなみたいな、全力で楽しんだもの勝ちやから、はい、全力でっていうワードがすごい大事で、全力でやったからこそ残るものがあると思う、なんかいいことも、なんか反省点で、だからまずそこはこう突き抜けてやってほしい。今話してたらトシさんがめちゃくちゃ文武両道の人っていうことが改めて判明しまして、八尾高校ってあれですよね、週に何回体育館使えたんですか？週間に、1.5 回だけ体育館でしか使えない、体育館使えない。だから残りの日は外で練習みたいな。で、その当時の顧問の先生が男女の顧問をやってたから、基本いないで、練習とかも自分たちで考えてた。そこで全国行くってすごいですね。おっすいや、なんで行けたんですか？なんかそれこそ僕らは、もう本当にバスケットしかしてなかったんで、先輩たちのこう良かったところ、だから自分たちで考える力とか、こうやったらいいんじゃないっていうところの一番美味しいところを俺がもらっちゃったみたいな感じかな。ああ、そうなんですね。だから俺が高校3年生の時は、ずっと教えてくれた顧問の先生が転勤しちゃったからいなかったの。いなかったんですか？そう、自分たちだけでやんなきゃいけなくて、そうそう、それで優勝しちゃった。やばいっすねごめんね、もちろんその学校のテストもちゃんとやらなきゃいけないし、授業も。じゃあテスト期間は、もう勉強にフルベッドみたいな感じなんですか？そうだね。ただこれがまた進学校の面白いところで、頭のいい子たちって普段から勉強してる、彼ら。あ、やっぱしてるんですね。そうだからテスト前でも基本学校の規則的には部活休みにしなきゃいけないけど、なんか言ったみたいに普段が体育館 1.5 回しか使えないから、テスト前に練習する、逆に。ああ、なるほど。そうテスト当日もする。でみんな普通に80点取る。すげえなこいつらって本当に思ってたで、あれですよね、筑波大学には、アドミッションセンター入試っていうのがあって、なんか論文と面接。アドミッションセンター。そうそうそう、よくなんか栄養入試みたいなのあるじゃん、私学が、じゃなくてなんかアドミッションセンター入試っていうのがまあ同じような形であって、がっつり論文書いて、でその論文の説明とかプレゼンしに、で自分がどれだけ言うのかじゃないけど、こう筑波大学行くことによってどうなれるかみたいな。それに受験の準備もしてたってことですか？もうしてたよ、本当に。もちろん私学別のところも慶応受けようとしてて。受験のプレッシャーってなかったんですか？こう落ちたらどうしようとか。これまた自慢みたいになって申し訳ないけど試験というものに落ちたことがない。そうなんですか？なんか答えがあるものを覚えるだけの作業やからなんかこれ難しいと思うのは、答えのないものに自分で問題を見つけて、勝手に答え合わせしていく作業。じゃあそれで言ったらバスケって、まあ、もちろん勝つことが正解ですけど、こうやり方は無限にあるじゃないですか。受験よりバスケの方が難しいと思う。いや難しいと思う。本当に全くアプローチの仕方違うし、もう全てが自分事で自分に返ってくるから、ちなみに言うと俺と仲良くなった人も試験に落ちなくなる。なんか今まで出会って仲良くなって、例えば拓磨、今日こういう話初めてしたじゃん、こういう話をした以降は多分拓磨も試験落ちないんだよ。いや本当にこれ歴代いろんな人に出会ってきたけど落ちない、みんな。トシさん神社説。だからドルフィンズ大社やってんじゃん。いやそうだ、縁起がいいんだわ。縁起がいいんだよ。トシさん待ち受け今年だから、お守りも作ったよ今。前体育館でそう体育館作業されてましたよね。いつもはエマだけだけど、ちょっと早めに終わったから、こうまあみんなにご利益があるじゃないけど、お裾分けじゃないけど、思いを込めて。トシさんのご家族とかは、まあ大阪いるじゃないですか。で一人で名古屋に来てて、まあ寂しいと思うんですけど、
どうやって乗り越えてるんですか？超寂しいよ超寂しいよ。まあけど悪いことしないようにはしてるけどだけどまあこのドルフィンズ大社の絵馬を作る作業とかは、はい、本当にオフの日を全部使わないと間に合わないから、はい、基本的には本当に体育館来て、こう自分のワークアウトとか必要なことをやった上で、はい、作る作業をして、はい、っていうのをすると本当にねこうオフとか寂しいと思う時間すらなくなる。なるほど、忙しさで寂しさを埋めてるんですね。そう埋めてる。だからドルファミの皆さんに支えてもらってるなるほど本当にそうなんですね。もう本当にそれをみんなね買ってくれてよかったって言ってくれるから、はい、またじゃあやろうかってはい、そういうので紛らわしてる俺は。なるほど、まあ、公式でも発表あったと思うんですけど、まあ、今年ラストイヤーということで、はいはい、まあ、引退されると発表されてたじゃないですか、なんかいつ頃からその引退っていうのを意識し始めたんですか？正直に言うと引退っていうのは辞めた後の生活も含めて、はい、4シーズンぐらい前からは意識してて、はい、で、まあ、どういう生活ができれば幸せかなも含めて、はい、いろんな人に聞きながら動いてたのは動いてたはだいたい4年前ぐらい4シーズンぐらい前から。そうなんですね、だから35ぐらい54ぐらいからは動いたかな。そうなんですね。じゃあ実際にこう引退決めたきっかけっていうのは何なんですか？まあ一つじゃないんだけど、はい、今回初めて自由契約者リストに載せてもらって、いろんなチームの話聞いたりとかする中で、はい、まあ、どのチームもプレミア構想に向かってチーム作りをしてて、そうですね。で、まあ、もし俺が行くなら、はい、どういう役割かも含めて、はい、いろんな話を聞いた。なるほど。でその中でこれだったら、はい、ドルフィンズで終わる方が俺にとっては嬉しいかなみたいな、はい、なんかその方がすっきりするかな、自分の中で区切りつけれるかなって思ったから、はい、引退っていうのを選んだ感じかな。さっきの家族の話じゃないけど単身赴任して、はい、遠いところで、はい、じゃあ3年契約しましょうってなったら、はいはい、今からまた3年かみたいな、家族と離れて3年間になるし、はい、バスケットできること自体は楽しいけど、けどなんだろう、このドルフィンズもそうだけどこう日本一を目指すこの空気感、ピリピリ感、はい、で実際にいけるじゃんみたいなあるやん、はい、あります。自分たち次第でできるじゃん、はい、そういう中にいるのが楽しいから。なるほど、はい、自分が出ることにフォーカスしてこうかつレベルを下げる、もう望むレベルを下げるっていうのを、はい、なんか自分の中ではしたくなくて、っていうのがあったかな。なるほど。一つのチームに居続けるのももうすごい難しい。いや本当ですよね。それで言うとさっき話してた文雄とかもね、はい、ずっとやってるから同じチームですごいなって思うし、いやそれこそ僕今そのトシさん、文雄さん、ガクさん全員と一緒にやってるんですよ、で、まあ、そういったベテラン選手たちのこの、まあ、準備だったりこうコートに出たら結果を出すみたいな、そういうとこで僕自身もこう調子悪い時とかめちゃめちゃ励まされるし、まあトシさんとかも朝早く来て一番最初に準備してなんかいつも腹筋してるんですよ、トシさんしてるね、お腹出ちゃうからそういう姿勢を見て人のせいにできないじゃないですか、この世界は、もう自分、まあ、自責の気持ちを持ってずっとやり続けてるこうベテラン選手の姿を見て、何人の選手がこう頑張ろうって前を向けるかっていう、まあ、そこがやっぱり強いチームで居続けられる要因なんですよね、絶対。僕やっぱりそれはもうドルフィンズだし、もうに来てもだし、前のチームでもこう思ってたし、滋賀でも思ってたんですけど、それは俺もすごい感じる。俺がだから今こうやってやってるのも、俺が若い時にそういうことをしてた先輩がいたから、なるほど、長山さんっていうシューターの人がいて、長山さん、パナソニック、そう、はい、あの人が怪我した時、はい、もう本当に人体切った人だから、半年以上全然できなかったんだけど、はい、
できることなんてそんなにないのに、俺が早いけどそれよりずっと早く来て、もう来た頃に汗びしゃびしゃになりながら、こうなんだリハビリとかやってて、そういう姿を見てたらやっぱりやっぱり尊敬される人というか、チームにずっと求められる人って、そういうことができる人なんだなってやっぱ思ったかな。なるほど、だから自分が続ける限りは、求められてること、球団に求められてることをちゃんと答えれるように準備はしようと思って、そのやり方はね人それぞれだから、好きにすりゃいいんだけど、俺はそんなに器用な人間ではないから、必要だと思ったことをやってるだけ。なるほど、人がいいだけじゃ多分同じチームにずっと入れないんだよ、多分。間違いないですね。やっぱコートに出て仕事できるから、自分で言うのもあれだけど、その、なんていうの、来シーズンの契約もあるわけで、だからそこも含めてやろうと思ったらいくら準備しても足んないと思うもん。いや本当ですね。準備しているのが正解かどうかがやっぱ試合に出ないと答え返ってこないから、だから一生不安だし、じゃあ準備しなきゃなっていうのはあるかな。今現役の世代の選手たちとか、これからプロを目指す子どもたちとか、いつかただ終わりっていうか引退選手としての終わりは来ると思うんですよ。その選手たちに何かアドバイスするとしたら何ですか？いやそんな偉そうなこと言えないよ。いや言えます僕は言えるの知ってるので。アドバイスか、1個は楽しみなみたいな。全力で楽しんだもの勝ちやから、全力でっていうワードがすごい大事で、全力でやったからこそ残るものがあると思う。なんかいいことも、なんか反省点も、だからまずそこは突き抜けてやってほしい。プロであるを目指すんだから、せっかくプロなんだから、そこはやりきってほしい。中途半端に周りに流されないで、自分の好き貫いてほしい。なるほど。でプロ引退っていうのがみんな来るのであれば、準備の部分か。40歳で新人社員なわけじゃん。もう俺なんか引退するってなったら、そう社会人1年目になるわけで言ったら、その辺の怖さはやっぱりプロ選手には絶対ついて回るから、引退した後の、その辺の準備はなんかしといた方がいいと思う。このよく選手やってるんだから自分の競技に専念しなよみたいな意見あるのもすごいわかるけど、その人は別にね俺の人生を支えてくれるわけではないから、終わった後の人生がよく長いって言うけど本当そうだから、その辺の準備はこうちっちゃいことでもいいから興味持ったことに対していっぱいやっていいと思う。でそこの反省が多分バスケットの現場にも生きるから。なんか組織作りとかチームメイトとみんなで何かをするっていう作業、視野が広くなりますもんね。全然違うと思うから、それはやった方がいいかな。なるほど。全力で楽しむことと準備をすること。それこそテンだってキャンプ系すごいプロじゃん。いやプロですよ。テンさんあのままキャンプ系のなんかできますもん。できるよな、絶対な。絶対できます。何かしらいつも車に積んでるもんな、あいつな。いや本当ですよだからああいうの欲しい企業さんとか絶対いるだろうし、見せ方がうまいし。いやそうですね。なんか何がどうつながるかわからないし、遊びも突き抜けりゃね何かになる可能性あるから。どうしても選手やってたら体を回復させなきゃいけない時間があるから、その時間使ってね好きなこと絶対していいと思う。いや本当好きこそものの上手なれってやつですね。冷た噛まないように頑張って言いました。すごい伝わったよ今それ